立新井陸軍飛行学校、少年飛行兵に飛行機の基本操縦教育を行うことを主な目的として、1940年10月1日、福岡県にあった立新井陸軍飛行場に飛行学校が開設された。立新井の本校以外にも、国内と国外を合わせて17の陸軍飛行場に分教場を開設し、その中の一つには、陸軍特別攻撃隊の出撃基地となった知覧にも教育隊が置かれ、立新井陸軍飛行学校知覧教育隊として基本操縦の訓練が行われていた。この動画では、立新井陸軍飛行学校の14期生であった陸軍特別攻撃隊新部隊の元隊員に当時の写真を見ながら話してもらいました。15期生は練習機はユングマンだったですね。ユングマンは小さいんですよ。体の大きい人は入るかなっていうくらい。ユングマンはメタバルでやってる。メタバルで訓練を受けたっていうと聞いたんですけども。メタバルに書いてあるんですね。これは液冷ですかね。液冷でしょ。で、プロペラを回すのに、整備兵がですね、1、2の3で、手でパンとやって、パラーっとかかったんですよ。ユングマンね、小さい練習機だったもんな。これドイツ製ですかね、ユングマンっていうのは。ドイツ製って聞いたんです。ドイツから輸入して、それをまた日本で作ったことを聞いたんですけども。なんか液冷は日本人にはなかなか向かんとかっていう話ですよね。どっちですよ、やっぱり。乗ったことありません。私たちはもう中連ばっかりだったから。立ち上がりにユングマンが来たから、えらい小さいのが、練習機があるなって言ってみんなが見に行ったことあるんですよ。そしたら、なんか将校の人が一人、航行しながら乗ったら、えらい座席の小さいのに、体の大きさはちょっと無理やないかなと思うように、割と小さな練習機だったですね。ユングマンね。錦丹、そうは消えませんか。そうですか。襲撃、救急の襲撃って言ったら、救急襲撃はね、名前が、3回変わったんですよね。軍艇です。偵察機だったんですよね、あれね。軍の偵察機で軍艇って言ったんですね。で、最後は襲撃機になったんですけど。で、あれは、特攻には一番効力は、でっかいからですね、爆弾余計詰めるということで、軍艇ですね。軍艇か。これは飛行場閣下。この人が
の私たちが入校する時の訓示がですね、この500人14期入ったけども、本当に役に立つのは2割と 20% だ。あとの 80% は演習中に亡くなるか、それとも初戦で落とされるか。そんな難しい操縦というのはそういうもんだと。それから最初の失敗は最後の失敗と思えと。訓示、それだけを覚えてますですね。はい、そうですね。そうして訓示したんですね。閣下っていうのは大体軍隊語ですね、これ。だから校長先生とは言うけども、校長閣下なんていうのは、そして飛行学校、軍隊の会合は知りませんけども、軍隊陸軍で学校という陸軍飛行学校、4年学校、士官学校というふうな、その学校というところに入った場合は、階級は全部保留されて、全部生徒になるんですよ。だから何々生徒、何々生徒ですね。懐かしいですよ。これも宣伝ですね。体操服でですね。ちょっとこう福岡とか久留米とか演習に行ったらもうすぐこの体操服に着替えて、みんな周囲の人が民間の人が見に来ると、これはもう本当の宣伝いい宣伝だろうと思いましてですね、白い帽子に白い服、白いズボンに白い靴で全部体操服はですね。それでそういうところに行くときは肺嚢の中にピシャッとこう畳んで肺嚢の中にしまっていくんですね。だから別に荷物にならないですけどですね、これも体操服ですね。拳銃射撃ですね。拳銃射撃。もうこうして射撃しないときは必ずこうしてこういうふうにして持っとかないかんっていう規則があってですね、うかつにこう下ろしたなんかしたら「これ!」ってやかましいわれこういうふうにしてですね、拳銃射撃。私は拳銃射撃割と当たってるんですよ。救急式単勝銃、この銃の方はあんまり当てきれなかったんですけどですね、拳銃の方は割と軍団ですね。これを1、2、3人で抱えて50メートルぐらいをとかけていきましたですよ。相当重たいんですけどですね。あれやっぱり若かったんだな。ここが一番重たいんです。一番楽なのはこの羽か一番後ろの持った方が一番軽いんですけども、私はこの前ばっかり持ってきよったですね。クソ真面目だったからですね。一番重いとこ。